内見動画好きの皆さん、こんにちは。不動産 YouTuber のハッシーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日はお客様より売却したい方をご紹介いただき、京都府府内郡京丹波町大迫という場所にやってきました。ご紹介いただきありがとうございます。さて、今回ご紹介するお住まいは平成2年築、ゆったり 9DK の日本家屋。さらに西側には段々畑が広がり、栗をはじめ梅や柿、さくらんぼ、そしてタケノコまで収穫できる果樹園付き。周囲には建物もなく、部屋からは見渡す限りの田園風景が広がっています。その他にも田んぼや畑、山林、さらに離れの蔵までついています。田んぼについては引き渡しに関する一定条件がございますので、詳しくは弊社までお問い合わせください。気になる価格情報と販売条件はこちらの QR コードを読み込んでいただくか、右上のこちらをクリックしてください。そんなわけで本日は京都府府内郡京丹波町大迫より果樹園と農地のある田舎暮らしが楽しめる 9DK の日本家屋をご紹介させていただきます。ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは行ってみよう。はい、ということで本日は京都府府内郡京丹波町大迫という場所からこちらの中古戸建てをご紹介させていただきます。いやー、今日は撮影日和かというとちょっと曇り空ではあるんですが、撮影する分にはこの曇り空は非常に助かります。中に入ったらもう汗が止まらないんですよね。逆に外の方が涼しかったりします。ということで本日はこちらをご紹介していきたいというふうに思うんですが、建物につきましては田舎の物件では珍しく平成2年3月に建築されたお住まいとなっておりまして、築37年ぐらいですかねの建物となっております。2階建てですね。それでまず外回りからご紹介していきたいなというふうに思うんですが、まずこちら向かって南側にこのような離れ納屋スペースがございます。これ蔵と一体型になってるんですね。後ほど中についてはご紹介していきたいと思うんですが、前面道路がこちらですね。そんなに道路幅員は広くないんですが、3メーター、4メーター弱といった形でしょうか。そして南側の敷地については、この木がどうもさくらんぼの木らしいんですね。で、今はあんまりさくらんぼはできないそうです。鳥が結構食べてしまうらしいですね。ちなみに教会はこの田んぼのこちら北側、右面が教会となっております。そしてこちらがさっきの離れスペースですね。建物は結構古いです。かなり土壁がね、落ちてたりしてますね。そして母屋に戻るんですが、この母屋のこの北側にも実は小さな小屋があります。この辺りの草刈りもすごい大変でしょうね。で、こちらが農機具を置いておられる小屋スペースになります。こちらの中についてはですね、田舎ならではの、はい、草刈り機がたくさん置いてあります。お時間があるときにね、草を刈って、ここをね、鳴らしておられる形になっています。北側の敷地につきましては、こちら歩いていただくことができるんですが、奥の方に見えますでしょうか。あの木のあたりまでが今回の教会というふうになっております。ちなみに、この傾斜の部分のあたりも敷地になるんですが、もう実はね、栗の木があって、もう栗ができてるんですね。はい。もうちょっとしたら収穫の時期になりそうですね。京丹波は丹波栗というのがすごく有名らしくて、栗の名産地でもあるそうなんですね。果樹園としてもご利用いただける今回の物件となっております。さらにですね、こちらに竹がたくさん立ってるんですけども、この辺りもわんさかタケノコが出るらしいですね。はい。もうとっても取りきれないぐらいのタケノコが取れるということでお聞きしております。そしてこちらが
西側の敷地なんですが、この竹やぶのこの2本の木も栗になっていますね。もう立派な栗ができてます。さらに、この傾斜の部分もすべて敷地になってるんですね。以前は果樹園として利用されていたそうです。そのもっと前は田んぼだったらしいんですけれども、今はこのように木を植えて、こういう収穫物を作っては販売されてたようです。実際は梅の木とかもね、あるということでお聞きしております。それでは、母屋のご紹介の前に、こちらの離れをご紹介していきたいと思います。まずはこちらの引き戸を開けますと、中は結構広いですね。壁はすべて土壁で、天井高は高く、梁もすごく太いクラスペースと言ったらいいんでしょうか。中はいろいろ荷物がね、あったりするんで、ちょっと整理は必要かと思うんですが、中は比較的広い納屋スペースになっています。そして出ていただいて、こちらに、ここはね、モルタルでなんか塗って貼って綺麗なんですよね。こちらの扉開けますと、こちらは洗濯機置き場ですね。1層式と2層式、奥に、はい、冷蔵庫が置いてあります。で、こちらが、母屋の玄関スペースになってまして、ここがですね、この建物の浄化槽になっています。浄化槽の機械はこちらについてまして、さらに反対側にも扉があるんですが、こちらについては、外のトイレスペースになっています。さらにですね、この浄化槽があるこちらの部分、ちょっと引きで見るとかなり年季の入ったクラスペースですね。これ横から見ると壁が落ちててビニールで覆ってあったんですが、ちょっと見てみましょうか。かなり古い納屋スペースで、この引き戸も結構重たい。中は、ちょっと、さすがにここは、どう生かすかですよね。この床はね、もう結構傾いてるんですよ。なので、ちょっと奥行くのはすごく怖いですが、ちょっと2階はね、なんとかこのはしごで上がってみたいと思うんですけども。お中は、ここも天井高が高くて、広いですね。昔の長持ちなんかも3つほど置いてあります。それでは、早速気になる母屋をご紹介させていただきます。オープン。田舎の物件でこう玄関開けると土間が広がってたりするんですが、今回はそうではなくてですね、建物が平成2年ということもありますんで、ちょっと落ち着いた感じの日本家屋のような玄関ですね。どちらかというと旅館を彷彿とさせるような感じの内装になっているような感じがします。上がってみまして、まずこちらの引き戸を開けますと、こちらは板張りの 4.5 畳の洋室になっております。少しね、荷物があったりするんですが、西側に掃き出し窓がありますね。こちら側もですね、ちょうど西側がスカッと抜けてますんで、この山あいを望むことができるようになっています。この 4.5 畳の部屋を出た手前に扉がありまして、こちら開けますと、また廊下があるんですが、手前にアコーディオンカーテンがありまして、こちら開けますと、ちょっとコンパクトなね、昔ながらの洗面化粧台と、隣に鏡がついています。その横がですね、はい、このようなタイル張りのお風呂スペースになっております。はい、もともと高齢者の方が住んでおられたためか、こういう手すりがね、ついておりますね。そしてこの廊下の奥を進んでいただくと、こちらに扉があって、中は
男性用のトイレがありまして、さらにもう一つ扉があって、こちら開けると、はい、こちらは洋式タイプのトイレがございました。続いて階段の横にございますこちらの引き戸。開けますと、こちらは6畳の和室になっているようですね。本格的な和室が広がっております。上には立派な欄間もありますね。はい。畳はそんなにへたっていることもなく、荷物はありますけどね。そして隣も6畳の和室なので、つなげて12畳で使っていただけるお部屋となっております。さらに西側には縁側がございまして、物干し竿が置いてあるんで、こちらで洗濯物を干しておられたんでしょうね。田舎の物件で基本的にバルコニーって見たことないんですよ。このお住まいも同じですね。で、縁側はこのように広がっております。さらにこちらの吐き出し窓を開けますと、先ほどご紹介した、はい、ご自身の敷地、果樹園が広がっております。こっちはね、竹やぶで、こんな感じで、あまり遠くをね、眺めることはできなくなっています。さらにこの縁側は、へたっていることもなく、すごくしっかりしていますね。奥はこのようになっています。さらにこちらが6畳の和室。はい。北側に床の間が2つありまして、はい、お仏壇があった仏間になっております。さらにこちら3枚の引き戸があるんですが、こちらについては、あれ壁ですね。なんか、下にちょっと物が置けるようにはなっているんですが、壁になっていますね。で、こっちはこっちは通路になっているんですね。変わった間取りになってますね。なるほど。はい。ということはですよ。ここに通路があるんですが、ここの部分は階段の下の部分の収納のようですね。田舎の物件では珍しく、田の字になっていないんですよ。ここでワンクッション通路があるんで、普通こうね、和室がつながっていることが多いんですが、今回はこのようにセパレートになっていますね。さらにこちらが6畳の和室になっておりまして、東側に少し板の間があります。このお部屋は掘りごたつもついているようですね。はい。上はこのようになっていまして、こちらの障子を開けますと、はい、このように冒頭歩いてきた道の正面に吐き出し窓がありまして、開けるととても開放的な和室スペースになっております。開けておいても人に覗かれることも基本なさそうですし、開けておくことでいい感じにね、風が入ってくるんですよね。虫は入ってくるかもしれませんけども、田舎なんでね、どこからでも入ってきますから、帰って開けといた方がすごい開放的で、僕は田舎暮らしを楽しんでいただけるお部屋じゃないかなというふうに思います。さらにキッチンのこちら、横に引き戸がありまして、こちらについては、約7畳のダイニングキッチンスペースとなっております。床がすごい昭和レトロな感じのフロアタイルになってますね。壁一面はこのようにキッチンスペースになっておりまして、コンロはプロパンガスになるかと思います。この辺りはね、すごく使用感がありますね。結構大きめのダイニングテーブルと、食器棚はそのままになっています。あと、ここに冷蔵庫があったと思うんですが、これは多分ね、雨漏れとかではなくて完全に焼けの部分でしょうね。ちょっとこの辺はクロスの張り替えとかは必要かなという感じがしますね。で、こちらは、なんかちょっと小物を置いていただける、パントリースペースで使うような感じでしょうか。さらに、このキッチンの横には扉がありまして、手前に手洗いがあるんですね。さらにこちら、扉があるんで開けていただくと、このように勝手口として出られるようになっております。ちなみにこの風通しがいい6畳の和室の隣のこちらにもう一つ扉があって、こちら開けますと、こちらは約6畳の和室スペースになっております。はい。一般的な和室ですね。
収納についてはこちら。先ほど開けたら壁だった部分なんですが、これがそうですね。収納スペースの上の部分はこちら側の収納で、下の部分は隣側の収納スペースで使うような形になっているようですね。こちらは約半畳の収納スペースと、北側に草刈り機が置いてあった農機具部屋がございます。奥から見ていただくと、このような6畳で、このお部屋からも、このように田園風景を楽しんでいただけるお部屋となっております。ということで1階は以上となります。続きまして、このダイニングキッチンを出まして、玄関にまた戻ってくるんですが、次はこの階段を使って2階をご紹介させていただこうと思います。この階段は、若干急な感じがしますけど、そこまでではないですね。で、上がると、ちょっとこの廊下スペースは比較的窮屈感が否めないんですが、まずこちらの右手からご紹介します。こちらはですね、ちょっと縦長な洋室になっております。今は物置スペースで使っておられるような感じですね。はい。で、窓については東側になってまして、開けると、このように田園風景を望むことができるようなお部屋となってますね。こちらもやっぱり風が通りますね。窓を開けると。はい。さらにですね、この正面のこちらの扉を開けますと、こちらも、こっちはね、正方形なお部屋となってまして、約 4.5 畳の洋室になっております。シンプルなお部屋ですね。街中でよく見かけるような感じの内装になっていまして、こちらもですね、同じく東側に窓がありまして、開けると、このように田園地帯が望めるような眺望を楽しんでいただけるお部屋となっております。最後は、こちらのお部屋をご紹介させていただきます。こちらの引き戸を開けますと、6畳の和室が広がっております。このお部屋については、壁一面に押し入れタイプの収納がございます。さらに奥から見ていただくと、このお部屋は欄間とかはなさそうですね。そしてこちらが西側の窓になっていまして、隣も同じく6畳の和室になってますので、つなげて12畳と広く使っていただけるお部屋となっております。この2段式のベッド懐かしいですよね。しかもまあまあしっかりしますよ。もう全然使えそうです。ちなみに、この6畳のお部屋なんですが、こちらに雨だれの跡がありまして、以前雨漏りがあったそうです。もともとはもう2階部分はほとんど使っておられないということで、結構きつい雨が降った時に、そこから雨が侵入して、発見が遅れた結果、このようになったということでお聞きしてるんですが、今現在は修繕されて雨漏りは止まっておりますが、その当時の名残がね、残っているという形になっております。そしてこちら東側の窓なんですけれども、こちら開けますと、目の前にね、木が立ってますけれども、こちらもね、開けると、本当に人の目をね、気にすることなくお住みいただける、眺望を楽しんでいただけるお部屋となっております。はい、ということでいかがだったでしょうか。最後はこの西側の段々畑を降りながら振り返りをしたいと思います。建物は平成2年築と田舎の物件にしては珍しく比較的新しいお住まいでした。とはいえすでに40年近く経過しているので部分的にリフォームは必要かと思います。また平屋ではなく2階建てではありますが、どの部屋からも田舎ならではの田園風景を楽しむことができ、窓を開ければとても気持ちがいい風が通ります。この畑には栗、梅、柿、さくらんぼ、たけのこなど季節の恵みを楽しめる果実ができ、栗に至っては今が旬なくらい実がなっているので収穫して丹波栗として販売できそうです。ちなみに丹波は栗が有名なんですよ。家庭菜園を楽しみたい方、本格的に農業を始めたい方、果樹を育てながら田舎暮らしを満喫したい方には特におすすめのお住まいではないでしょうか。なお農地の取得には一定の条件がございますので詳しくはお問い合わせください。
そんなわけで本日は京都府府内郡京丹波町大迫より果樹園と農地に囲まれた自然を丸ごと楽しめる 9DK の日本家屋をご紹介させていただきました。動画をご視聴いただき、実際に内覧してみたいと思っていただけましたらこちら。弊社のフリーダイヤルまたは LINE 公式アカウントでお問い合わせください。また地方の空き家物件をお持ちの方で売却したいけどなかなか売れずにお困りの方、ぜひその物件動画でご紹介させてください。特に現在関西方面の田舎暮らしができる物件を募集中です。そのような物件をお持ちの方はぜひ YouTube を見たとお電話ください。遠方の方でもオンラインで対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。最後にご覧いただいてのご感想をコメント欄に、チャンネル登録以上に高評価ボタンを押していただけると次の動画の励みとなりますので、ぜひポチッとよろしくお願いいたします。本日の一句。栗広い田畑と暮らす里の家。本日もご視聴いただきありがとうございました。